お世話になっております。マサルです。この動画は聞くだけでわかる語語問題解説をテーマに作っています。ラジオ感覚でリラックスしながら学習してみてください。少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。メンバーになるボタンから対象のプランを選択していただくと参加することができます。受験直前の少しだけ参加とかでも大歓迎です。オンラインコミュニティは動画学習とは違って直接お話ししながら勉強を進めることができるので理解度も高まると思います。また一緒に勉強する仲間もできて横のつながりを作ることもできます。ぜひお気軽に参加してみてください。それでは語語問題を一緒にやっていきたいと思います。ところどころ私が皆さんに質問をしますので分かる部分は頭の中で皆さんも答えてみてくださいね。それでは始めていきます。令和5年春午後1問い2はセキュリティインシデントに関する問題でした。どんなセキュリティインシデントかというと DMZ にある受付サーバーがサイバー攻撃を受けたというインシデントです。問題文の中で 443TCP という言葉が出てきました。では皆さん 443TCP といえばどんな通信でしょうか。ぜひ頭の中で答えてくださいね。では答えを見てみましょう。 443TCP といえば HTTPS ですね。支援詞の問題ではポート番号の理解が必要になってきます。支援詞でよく出題されるポート番号についても思い出しておきましょう。ポート番号で覚えておきたいのはベルノーンポートですよね。ベルノーンポートとは0から1023番までのポート番号のことで特定のサービスやプロトコルに対して予約している番号のことを言います。ではそれぞれのサービスのベルノーンポートを一緒に思い出していきましょう。 HTTP のポートは何番だったでしょうか。 HTTP は80番ですね。では先ほどの繰り返しになりますが HTTPS は何番だったでしょうか。 HTTPS は443番ですね。では SSH は何番でしょうか。 SSH は22番ですね。では SMTP は何番でしょうか。 SMTP は25番ですね。ポート番号を覚えるのが大変という方は暗記ではなく別の情報と関連付けて覚えるのをお勧めします。例えば SSH のポート番号は22番ですが SSH の SS が22を逆にしたような形になっています。このように形で関連付けて覚えてみるのも一つおすすめです。あとは語呂で覚える方法も有効です。 SMTP はニコッと喜ぶ SMTP で覚えることができます。 SMTP の25番と喜ぶの465が SMTPS になっています。両方覚えることができるので一石二鳥ですよね。支援詞の問題はポート番号を知っている前提で問題が出題されることが多いのでしっかりポート番号も覚えておきましょう。では続けていきます。問題文の中でファイアウォールのログが表でまとめられている部分がありました。表から情報を読み取って答える問題もよく出題されますよね。この問題では表の中から FTP の通信が中心に話題が進んでいきます。では皆さんに聞いてみたいと思います。 FTP は TCP で2つのポート番号を利用しますが何番と何番を利用しますか。 FTP のポート番号は TCP の20番と21番でしたね。では20番と21番それぞれどんな役割をするのでしょうか。それは20番が通信用、21番が制御用でしたね。ちょっと話が脱線しますが私は FTP のポート番号を兄弟で覚えています。21歳の兄が通信を制御して20歳の弟が通信を運んでいるようなイメージです。 FTP は2つのコネクションを利用することと21番が制御用のコネクションであることを覚えておきましょう。では話を問題文に戻していきます。気持ちに余裕がある方は画面を見ていただきたいのですが今回はデータベースサーバーから製造管理サーバーに対して FTP の空欄 F のモードでデータのコネクションがあったと書いています。ではこの空欄 A について考えていきたいと思うのですが
まずは空欄 A に入る言葉の候補を考えていきましょう。 FTP のモードといえば2つモードがあるのですが、どんなモードでしょうか。 FTP の2つのモードとはアクティブモードとパッシブモードですね。ではこの赤枠のログを見て、今回の FTP の通信がアクティブなのかパッシブなのかを判断していきます。今回の FTP の通信はパッシブモードです。ではどうしてパッシブモードだと判断できるのか、 FTP のパッシブモードとアクティブモードの違いを思い出しながら確認していきましょう。まず今回の構成を整理しておきましょう。データベースサーバーが FTP のクライアント、製造管理サーバーが FTP サーバーです。DB サーバーが FTP クライアントとして FTP サーバーである製造管理サーバーにファイルをアップロードする場合だと思ってください。なお通信経路中にはステートフルパケットインスペクション型のファイアウォールがあります。それではアクティブモードの場合から考えていきましょう。 FTP クライアントは FTP サーバーに対してポート21番に接続をして、これからファイルを送るための制御用のコネクションを作ります。制御用のコネクションができると、サーバーはアクティブモードの場合、自分から積極的にデータ通信用のコネクションを作りに行きます。しかしこの通信はファイアウォールによって遮断されてしまいます。その結果クライアントは制御用のコネクションはできているのに、サーバーからデータ転送用のコネクション要求が届かないことになるので、ファイルを送ることができないことになります。ではどうしてファイアウォールは FTP サーバーからのデータ通信用コネクションを遮断してしまうのでしょうか。その理由は、ファイアウォールはサーバー側からクライアント側への接続要求を遮断するからですね。基本的にファイアウォールはクライアントから始める通信は通信を許可しますが、サーバーから始まる通信に関しては許可をしません。ここで少しファイアウォールの基本的な動きについて思い出しておきましょう。ファイアウォールの基本的な役割は、内部と外部に分けて内部を守ることです。内部の中には今皆さんが利用しているパソコンやスマートフォンがあります。それらの端末に対してインターネット上の第三者が勝手に接続してきたら危ないですよね。そのような外部からの通信をファイアウォールは遮断してくれます。ファイアウォールを挟んで FTP のアクティブモードを利用しようとすると、今お話ししたようにサーバーからデータ用の通信が開始されることになります。そうなるとこの通信はファイアウォールとしては不正な通信だと判断して遮断することになります。つまり FTP をアクティブモードで利用すると何かと問題が起きやすいんですね。なので現在はアクティブモードではなくパッシブモードを使うのが主流になっています。ではパッシブモードについてお話ししていきたいと思います。パッシブモードもクライアントからサーバーに対して制御用のコネクションを確立するのは同じです。この時サーバーは制御用のコネクションの中でパッシブモードであることを宣言します。パッシブモードなので受け身のモードですね。サーバーは私はデータ接続用のコネクションをバツバツポートで待っているのでクライアント側から接続してきてくださいというような要求を行います。この時に使うデータ転送用のポートは20番ではなく基本的にはランダムなポート番号になります。パッシブモードの知らせを受け取ったクライアントはクライアント側からデータ転送用のコネクションを始めます。クライアントから始める通信はファイアウォールを通過することができるので FTP クライアントと FTP サーバーはデータ転送用の通信を確立することができるようになります。これが FTP のモードの話です。少し複雑な部分もあったと思いますので情報を整理しておきましょう。 FTP はポート20番がデータ転送用、ポート21番が制御用です。アクティブモードとパッシブモードが存在します。アクティブモードはデータ転送用の通信がファイアウォールによって遮断されてしまうことがあるため、現在の主流はパッシブモードです。FTP しっかり覚えておきましょう。では話を戻して
もう一度ログを見てみてください。気持ち余裕がある方もちょっとログを見てみてくださいね。DB サーバーが製造管理サーバーに対して21番のポート、つまり FTP の制御用のコネクションを確立しています。その後にもう一度クライアント側からデータ転送用の20番ではなく6万番台のランダムなポート番号に対して接続していることがこのログから分かります。クライアント側からデータ転送用の通信を開始していることから FTP はパッシブモードであると判断することができます。よって空欄 A はパッシブモードですね。ここまで FTP のお話でした。では問題を読み進めていきたいと思います。問題文の中では C&C サーバーという言葉も出てきました。 C&C サーバーは覚えておきたい言葉ですね。では C&C サーバーとは何なのか皆さん考えてみてください。 C&C サーバーとはサイバー攻撃の一環として利用されるリモートサーバーのことです。攻撃者は C&C サーバーを使って〇〇したデバイスに命令を送信したりデータを収集したりなど制御をするんですが、この空欄に当てはまる言葉何だと思いますか？ここに当てはまる言葉はマルウェアに感染したデバイスですよね。今回の事例では受付サーバーがマルウェアに感染するのですが、分かりやすく説明するために利用者欄の中にある PC がマルウェアに感染したと思ってこれからのお話を聞いてください。攻撃者は C&C サーバーを使ってマルウェアに感染した PC に命令を送信したいと考えています。例えばどこどこの情報がどうなっているか確認しろとか、どこどこの情報を自分に送れとか、そういった命令ですね。しかし C&C サーバーからの通信はマルウェアに感染した PC に送ることができません。ではどうして C&C サーバーはマルウェアに感染した PC に命令を届けることができないのでしょうか？それは先ほど説明した通りですね。ファイアウォールは外部から内部への不正な通信を遮断するからです。よって外部の C&C サーバーの通信はファイアウォールによって遮断されることになります。そうなると攻撃者はせっかく PC をマルウェアに感染させても命令を送れないことになります。そこで攻撃者はマルウェアに感染した端末に命令を送れるようにマルウェアに感染した端末にある通信を行わさせるのですが、ではその通信は何という通信でしょうか？その通信はコネクトバックですね。通常 C&C サーバーからの通信はファイアウォールによって遮断されてしまいます。これは外部からの通信だからですね。なので内部にいるマルウェア感染端末から外部にいる C&C サーバーに接続をさせます。ファイアウォールは内部から外部への通信は基本的には遮断することがありません。コネクトバックによってマルウェア感染端末と C&C サーバーでコネクションができれば C&C サーバーはこのコネクトバックによって確立したコネクションを使って命令を送ることができるようになります。コネクトバックという言葉もとても大切なので覚えておきましょう。ではここでコネクトバックを防ぐための対策を考えていきましょう。コネクトバックを防ぐためにはどのような対策が有効だと思いますか？支援紙でよく見る対策はプロキシを使う設計にする対策です。内部からの通信をすべてフォワードプロキシを使って代理をするようにします。ファイアウォールはフォワードプロキシからの通信のみを外部に通すようにします。そうなるとマルウェア感染端末が直接インターネット上にある C&C サーバーと通信しようとするとファイアウォールはプロキシサーバーからの通信ではないのでコネクトバックの通信を遮断するようになります。ここで少し補足しますが、ネットワークスペシャリストの過去問題ではフォワードプロキシサーバーで C&C サーバーの IP アドレスの情報をもとに通信を遮断することができるという記載があります。フォワードプロキシには接続先の IP アドレスなどをもとに通信を遮断することができるものもあるので、そういった機能があることも覚えておきましょう。では問題文を読み進めていきます。問題文では
SNMP という言葉も出てきました。 SNMP V2C でパブリックという空欄 B を使って機器のバージョン情報を取得するとあります。これは知識問題ですね。 SNMP とはシンプルネットワークマネジメントプロトコルの略です。ネットワーク機器やサーバーの状況を監視・管理するためのプロトコルです。 SNMP の動作モデルも覚えるようにしておきましょう。 SNMP を使って管理する側の端末のことを SNMP マネージャーと言います。そして SNMP を使って監視される側のことを SNMP エージェントと言います。そして管理される側の端末の機器情報を管理しているデータベースのことを MIB マネジメントインフォメーションベースと言います。今回の問題の場合、SNMP によって監視対象の機器のバージョン情報を管理することになっています。つまり SNMP マネージャーが管理対象の機器に対してバージョン番号を教えてくださいというメッセージを送って、管理される側は MIB の中からバージョン情報を取り出して SNMP マネージャーに応答する、このような流れになっています。このような SNMP のマネージャーからの監視のことをポーリングと言います。そしてもう一つ覚えておきたいのがエージェントからのイベント通知です。 SNMP マネージャーからの要求は関係なく、管理される側の機器で特定のイベントが発生したときにイベントの通知を行います。この SNMP エージェントからのイベント通知のことをトラップと言います。このトラップによってマネージャーはイベント通知が行われて異常に気がつくことができます。 SNMP トラップという言葉も覚えておきましょう。それでは今回は令和5年春午後1問2を一緒に勉強しました。最後にお知らせです。現在マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティを運営しています。 YouTube のメンバーシップに登録していただくと Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんのご参加お待ちしております。